ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹、間違っていると証明するのが楽しい。今のところ非常に強いとメキースの話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手は自身の評価において人々が間違っていることを証明することが楽しいと語っています。ローラン・メキース代表は角田選手について今のところ非常に強いと評価していて、ドライバーとしてのスピードだけでなく従業員一人一人のポテンシャルを引き出すという意味でもドライバーは大きな役割を果たすと指摘しています。またダニエル・リカルドの不調に関してさまざまな要因が語られる中、2020年バーレーングランプリでのハースのロマン・グロージャンの接触事故がリカルドに恐怖心を与え、恐怖がスピードを鈍らせているのではないかという指摘があります。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はダニエル・リカルドとのチームメイト対決でシーズン序盤で早くもリードを奪いました。角田選手はリカルドをリードすることで人々が間違っていることを証明するのが楽しいと語っています。本来リカルドは2025年にマックス・フェルスタッペンのチームメイトに復帰するために今季を迎えたはずでしたが、角田選手は開幕4レースでリカルドを圧倒しています。レッドブルのジュニアチームとして4年目のシーズンを迎えた角田選手は現在のチームと来季のライバル候補に自分の価値を示す必要性を語っています。ニック・デフリースは昨年途中で退団となりましたが、デフリースを完全に打ち負かした角田選手は今回もすでにリカルドに対してここまでほぼ完勝状態です。今季の角田選手は角田選手の実力に疑心暗鬼になっている関係者にその疑心暗鬼が間違っていることを証明しています。角田選手はチャンネル4で次のように話しています。僕は一部の人たちが間違っていることを証明するのが大好きなんだ。いつもそうなんだ。ニックがファーストドライバーになれるとみんなが言っていた。僕はそれになれたし何も変わらないような気がしたし、みんなが間違っていることを証明できてとても嬉しいよ。僕は今やっていることを続けるだけだし、結局それが F1 でいいパフォーマンスやドライバーになるために必要なことなんだ。つまり僕はただ人々を驚かせ続けるだけなんだ。インタビューの後、チャンネル4の解説者であるビリー・モンガーは角田選手のパフォーマンスが今季の角田選手のレベルを引き上げていると説明しています。またリカルドは日本人ドライバーに対して権威を見せることを期待していましたが、モンガーは角田選手のこれまで見てきたものに感銘を受けたそうです。つまり F1 での経験に関係なくリカルドにとっては簡単な対戦になると思われていたようだ。リカルドは1年休んで勇気がグリッドで最も速いドライバーになる可能性はないと思われていたんだ。でも勇気はダニエル・リカルドのような経験豊富で成功したチームメイトを得たことでその状況に対応できるようになったと感じている。そしてダニエルは特に以前持っていた一周のパフォーマンスが少し欠けているのかもしれない。角田選手は昨年はデフリースに完勝し実績のあるリカルドとの戦いに圧倒的に勝っていくことで自信をつけ、リカルドはかつての速さは持ち合わせていない可能性もありますが、単純にリカルドの実力を凌駕するドライバーに角田選手が成長したと考えられます。ビザキャッシュアップ RB のローラン・メキース代表は角田選手について今のところ非常に強いと評価しています。 F1 の中断争いは大変厳しいですが、角田選手はオーストラリアと日本の両レースでポイント争いにおいて輝きを見せています。現在角田選手はチーム代表であるメキースから非常に高い評価を得ています。角田選手は今季ここまで RB のチームマネジメントの期待に応えてきました。
角田選手は日本グランプリで地元の観衆のプレッシャーの中3回連続で予選トップ10入りを果たし、メルボルンでの7位という好成績に続いてホームレースを10位で終えました。 CEO のピーター・バイエルとともにチーム代表のメキースは角田選手を高く評価しています。スピードウィークのインタビューでメキースは次のように話しています。私たちは彼がその素晴らしいパフォーマンスの進歩で何度も F1 界を驚かせてきたとよく言ってきた。私たちは今一緒にグランプリに参戦して4年目を迎えているが、彼は再び一歩前進することができた。まだシーズンは始まったばかりで、これから多くのレースが控えている。何が優れた F1 ドライバーなのかという質問にメキースは次のように答えています。もちろんこのビジネスはスピードが全てだからだ。しかしそれだけでは十分ではない。最速であることはもちろんだが、このスポーツは技術的に非常に洗練され、いい意味で複雑で競争が激しくなっている。チーム全体、従業員一人一人のポテンシャルを引き出すという意味でも大きな役割を果たす。全員が自分自身とマシンの能力を最大限に引き出すことであり、ドライバーはそのために重要な役割を果たす。角田選手はドライバーとしての速さを示すことが大切ですが、チームからの信頼を得ることはレースで結果を出すためには一番重要です。日本グランプリで見せた角田選手のピットストップにおけるメカニックの底力は、角田選手を中心とした RB チームが変貌を遂げるような気配を感じさせます。リカルドが角田選手を上回る結果が出せない原因の一つとしてメンタルの問題が指摘されています。レッドブルを去って間もなく、レーサーとしてのキャリアよりもブランド構築が優先されるようになり、衣料品やビデオゲームへのカメオ出演、ソーシャルメディアでのインフルエンサーとして存在感を出してきました。ルノーでの数年間はそれで済んでいましたが、マクラーレンでランド・ノリスのチームメイトになったことで悲惨な目に遭いました。プラネット F1 はリカルドの行動と精神を次のように指摘しています。金銭に突き動かされたあのような行動は競技者の精神を不可逆的に堕落させる。そして一度ハングリー精神、つまり全てを包み込むような集中力が失われれば二度と戻ってくることはない。レッドブルを去ったリカルドは夢にも見ないほどの大金持ちになったかもしれないが、それ以来その代償を払い続けている。2013年にマーク・ウェバーが引退した際、リカルドはトロロッソのジャンエリック・ベルヌに対して十分な速さがあったわけではありませんでした。2014年にシニアチームに昇格し、ついに上位を走るマシンを与えられると、リカルドは予想しなかったレベルにまで成長し、4度のワールドチャンピオンに輝いたセバスチャン・ベッテルをレッドブルから追い出すまでになりました。プラネット F1 はリカルドのマシンの適性を次のように指摘しています。速い車に乗るのに適したドライバーがいるのは事実だ。しかしここで大きな皮肉がある。リカルドは遅いマシンで速さと信頼性を証明しない限り二度と速いマシンを与えられることはないだろう。2020年バーレーングランプリでのハースのロマン・グロージャンの接触事故は大惨事につながりそうなものでした。リカルドは2016年のシーズン前テストで F1 マシンが初めてハローを出し始めた時からグリッド上で常に安全意識の高いドライバーの一人でした。バーレーングランプリでグロージャンがクラッシュした後、最も感情的な発言をしたのはリカルドでした。赤旗中断中にリプレイを流し続けたことで F1 は全ての感情をもてあそんでいると非難しました。プラネット F1 はリカルドの恐怖心を次のように指摘しています。リカルドの凋落がその直後から始まったのは単なる偶然だろうか。この時点でリカルドの優先順位がすでに変わっていたのが事実だとすれば、自己防衛本能の発動は彼のペースをさらに少し落としただけだろう。
リカルドの友人であるジェンソン・バトンは自伝の中で、2016年後半に引退を表明するまで F1 キャリアのハンドルを握っていて恐怖を感じたことは一度もなかったと説明している。究極のドライビングでワールドチャンピオンを目指していたレッドブル時代のリカルドとは違い、現在のリカルドはマーケティングの中で生きているため、レース自体が怖いのかもしれません。中国グランプリに向けたシャシー変更も安全のためと話していますし、リカルドに速さを求めるのはもう無理なのかもしれません。角田裕樹、間違っていると証明するのが楽しい。今のところ非常に強いとメキースの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。